こんにちは、こだまです。今回飾るのはこちら。BB 戦士ナンバー100、千成大将軍、そして354、豊臣秀吉ガンダムです。千成大将軍は1992年発売で、価格は1100円。豊臣秀吉ガンダムは2009年発売で、価格は同じく1100円となっています。17年間のあるキットですが、豊臣秀吉ガンダムは千成大将軍をもとに成型色を変えたり、パーツを追加した、いわゆるリデコキットっていうものになっています。ほとんどのパーツが共通で、ギミックなんかも同じなので、今回一緒に制作して紹介します。他にも同じ千成大将軍のリデコキットで、BB 戦士ナンバー108、雷帝千成新将軍というキットもあるんですけど、こちらは鎧が差し替えになっていて、ちょっと違いがあるので今回はスルー。千成大将軍は記念すべき BB 戦士ナンバー100ということで、パッケージに金色の箔押しがされていたり、金メッキがふんだんに使われていたり特別感があります。そしてキットとしてはサラマンダートップの千成将軍と千成大将軍を再現することができたり、千成大将軍の鎧を2種類の守護銃の形態にしたり、弾丸の発射ギミックもあったり、とても充実した内容になっています。千成将軍は金ピカで豪華な感じやザクレロの衣装が面白くて、子供の頃お気に入りでした。個性的でインパクト強いですよね。続いて豊臣秀吉ガンダム。もともと千成将軍自体に豊臣秀吉がモチーフとして盛り込まれているんですけど、追加されたパーツでより秀吉らしくなっています。脚部に新規のパーツが追加されたり、カラーリングも黒と金に変更されていたりと、元が同じキットとはいえかなり印象が違って見えますね。それから地味に足軽雑魚が追加されているのが嬉しいです。こういうおまけ好きなんだよな。僕の推しキットノーマルガンダムにもついてきてました。このキットは初めて作りますね。それでは開封。千成大将軍は組み立て済みのものを購入しています。内容物はこんな感じ。スプリングが大小2種類あります。購入したものは肩に使うジョイントパーツが1つ足りないですけど、今回は使わないので問題はありません。やっぱり金メッキがテンション上がりますね。これは満足感が高いです。説明書にはコミックワールドもあります。このギャグテイストの感じいいですよね。僕はレンタルビデオで借りたギャグのある SD ガンダムのアニメも好きだったので、シリアスな物語もいいんですけど、ギャグ要素が欲しいんですよね。続いて秀吉ガンダム。こちらは新品です。内容物はランナーが6枚。ポリキャップとシール、スプリング、説明書が付属します。説明書は切り取って旗を作ることができます。ただ残念ながらこちらにはコミックワールドはありません。それとスプリングは1種類のみ。弾丸の発射ギミックはオミットされています。弾丸のパーツはあるんですけどね。メッキパーツはありませんが、刃のパーツのランナーがラメ入りのクリアパーツになっています。これも綺麗でいいですね。それから黒のランナーはグロスインジェクションを採用ということで、光沢感のある仕様になっています。テッカテカ。そしてこちらが追加されたパーツ。シールが豊臣秀吉ガンダム用に変更されて、発射ギミック用のスプリングがなくなった以外は、元の千成大将軍のパーツが揃っているので、色違いの千成大将軍を作ることもできます。それでは組み立てている間にそれぞれキャラクターの紹介を。千成大将軍はコミックボンボンで連載されていたガンプラ漫画ハイパー戦士ガンダムボーイに登場しています。ガンプラ漫画ですが
この作品は当時人気だった SD ガンダムを中心に扱っているんですよね。千成将軍は主人公天地大河の愛機になります。僕は残念ながらこの漫画は通っていません。それから千成将軍は SD 戦国伝にも番外編のキャラクターとして組み込まれていて、そちらでは正義の心を持って一人で世直しの旅を続ける男となっています。ちなみにバナナが好物だとか。ガンダム F91、ザクレロ、そして豊臣秀吉がモチーフになっています。続いて豊臣秀吉ガンダム SD 戦国伝武神降臨編に登場するキャラクターです。武神降臨編は日本の歴史上の武将をモチーフにしていますが、漫画化などもされておらずストーリーは明かされていません。わかるのはそれぞれ武将の魂を宿した武者ガンダムということぐらい。昔あった映画天と地とタイアップしたシリーズのリメイクですね。当時は映画に合わせて信玄ガンダムと謙信ガンダムが発売されたのみで、秀吉ガンダムはいませんでした。豊臣秀吉は戦国時代の有名な武将ですね。農民の出身ですが、織田信長の家臣として功績を重ね、本能寺の変で信長が討たれた後は後継者となり天下統一を成し遂げています。キャラクターとしては小柄で猿に似ていて、そして明るく頭が良いという風に描かれるイメージがあります。僕の中で豊臣秀吉といえば太閤立志伝5。少し前にデラックス版が出てますね。僕はプレステ2とパソコンでたっぷり遊んだんでこれは買ってないですけど、歴史の勉強にもつながるし面白いですよ。僕はずーっと6出ないかなーって待ってます。それではキットを見ていきましょう。まずは千成大将軍の軽装タイプ。やっぱり全身金メッキはテンション上がりますね。それから頭のザクレロ顔が可愛いです。可動箇所は頭と腕が軸で回転。それから足はボールジョイント接続。兜などを装備して千成将軍です。兜も金メッキなのでこちらもピッカピカ。シャチを模したサラマンダートップ。肩とバックパックの刃がかっこいいです。武器は総線剣。対になる2本の刀です。つばの部分には千の文字。種子島ベスバーに収納することができます。種子島ベスバーは肩に装備され、腕の下から前方に向けて総線剣を発射します。そして千成ボンバー。モチーフは豊臣秀吉の馬印、千成秒弾。棒の先にひょうたん型の爆弾がついています。守護銃の千成フェニックス。大将軍といえばフェニックス。収まりもよくとてもかっこいいです。組み替えて守護銃ダイバサラマンダー。こちらも収まりはいいんですけど、このマスクはいまいち顔に見えない。ちゃんと目があるんですけどね。そして千成将軍をダイバサラマンダーと合体させて千成大将軍です。両肩のオメガベスバーや肩のガンダムクリスタルが大将軍らしさを感じさせます。豪華でかっこいいんですけど、その分干渉するところも多くて取り回しは結構大変かも。武器は先陣剣。先陣剣は総線剣に比べると大きめの刀になっています。
こちらもつばの部分には大きく線の文字。フェニックストップが鞘になるため収納しておくことができます。肩のオメガベースバーはこんな感じで種子島ベースバーに接続されています。このオメガベースバーにはスプリングを使った発射ギミックがあります。当時の BB 戦士定番のギミックですね。千成ボンバーに四方八方灯を装着して千住シールド。武器かと思ったら盾になるんだな。続いて豊臣秀吉ガンダム。千成大将軍との違いを中心に紹介します。まず脚部に延長パーツが追加されています。ちなみに稼働はしません。比較するとこんな感じ。結構印象が変わりますよね。足だけが延長されているのでバランスが気になるかどうか。個人的には腕が短いかなと感じてしまいます。この足の追加パーツは他の武神降臨編のキャラクターが2004-5年頃の武者列伝のキットが元になっているので、そちらと並べた時に違和感がないようにしているんだと思います。千成将軍形態にあたる武将モード。兜の追加パーツが秀吉らしさを表現してくれていますね。そして鎧を装着した超武将モード。これもかなりかっこいい。ただ追加された馬連の後ろ盾が大きくて取り回しがより難しくなっています。それと背中が重く後ろに倒れやすいのも気になりました。千成大将軍の時は背中の翼が支えてくれたんですけど、足が延長されて翼も浮くようになってしまいました。千成大将軍も同じですが、肩に装着する種子島ベスバーは接続方法をプラパーツとスプリングから選べるようになっています。プラパーツの方が安定はするんですけど、スプリングを使うと多少干渉を避けやすくなります。ここは良し悪しというか、どちらも気になるところがあって選択が難しい。豊臣軍足軽兵雑魚。前後2パーツだけの構成。とりあえず可愛いです。さて、この千成大将軍と豊臣秀吉ガンダム。このままでもとてもかっこいいんですけど、色分けの足りないところや気になるところがあります。ここから工作をしたり塗装をしたりしてよりかっこよく仕上げていきたいと思います。うちには組み立て済みの秀吉ガンダムがもう一人いるので、千成将軍、千成大将軍、豊臣秀吉ガンダムの3人を揃えて飾れるようにします。製作開始。まずメッキを落とします。金ピカがかっこいいキットですけど、ゲートアートや合わせ目が気になっちゃいます。メッキ好きの僕ですが、ここは涙を飲んでメッキを落とします。金メッキは銀メッキの上にクリアイエローが塗装されているので、まずはラッカー薄め液でクリアイエローを落とします。クリアカラーが落ちてシルバーのメッキになりました。次にハイターにつけてメッキを落とします。ハイターは換気をしたり素手で触らないなど取り扱いには十分気をつけましょう。しばらく放置してメッキの下の成型色が見えてきました。暗い銅のような金属感。これはこれでかっこいい。次に秀吉ガンダムの足のパーツを加工します。足の付け根に可動箇所を追加しながら少し短くなるようにします。まずはパーツをカットします。足を開いた形でデザインされているので、そこもまっすぐになるように加工します。
接続に使うのはホビーベースのボールジョイントミニ。こんな感じでパーツの中に仕込みました。体の方にはプラ板で受けを作っています。ここはプラ板を設置してピンバイスで穴を開けただけ。真ん中が加工したものです。少し足が短縮されました。このバランスでいきます。背中が重く倒れてしまうので、安定性を高めるため端に重りを入れます。使っているのは釣り具の重り。かなり重心が後ろなので効果ないかなと思ったんですけど、とりあえずやるだけやっておきました。腕のパーツに可動箇所を作り、武器をかっこよく持てるようにします。手首に軸可動を追加しても手甲パーツに干渉してしまうので、今回は腕と肩の付け根に可動箇所を作ります。パーツをカットしてボールジョイントミニを仕込んで稼働するようにします。動画ファイルを消してしまったみたいで映像がないんですけど、肩と種子島ベースバーの接続用アタッチメントを自作しています。こんな感じでプラ板とウェイブのポリキャップを使って作りました。これでしっかり固定しつつ干渉を避けることができます。秀吉ガンダム用のものは頭部のパーツとオメガベスバーがより干渉しやすいので、もう少し長めで作っています。それから接続用の軸もそれぞれプラ棒を使って延長しています。合わせ目消しをします。パーツとパーツを合わせた時にできてしまう線が合わせ目です。これを接着して消していきます。プラスチックを溶かす接着剤のタミヤセメントを接着面に塗って接着。乾燥したらヤスリをかけて接着跡をきれいに整えます。ただオメガベスバーは挟み込むパーツがあるので、そのパーツを塗装した後で合わせ目を消します。ここは正面から目立つところなので面倒でも消します。合わせ目消しをしてつま先の V 字が消えてしまったのでプラ板で簡単に作りました。ただ切って貼っただけなんですけど、ないよりはいいかと。肉抜きはほとんどないんですけど、秀吉ガンダムの後ろ盾の肉抜き穴は気になるので埋めました。ついでにウェイブの丸リベットでディテールを追加しています。仮組みをしてバランスを確認します。良さそうなのでパーツを洗浄して塗装に入ります。今回使用した塗料はこちら。基本はクレオスのラッカー塗料。胸のダクトなど一部塗り分けにタミヤのエナメル塗料を使います。メッキは落としましたが、やっぱり金色のところはピカピカの金にしたいのでキャンディー塗装をします。まずは下地作り。ウィーノーブラックで光沢の黒に。そしてスーパークロムシルバー2。ギラギラシルバー。最後はクリアイエローでピカピカの金色に。クリアカラーは好みの色になるまで繰り返し塗り重ねます。綺麗ないい金色になりました。塗装をするたびに光沢クリアで塗膜を保護しておきます。こうすることで
後でマスキングテープを剥がした時に塗膜ごと剥がれてしまうのを防ぎます。塗り分けるところはマスキングテープを細かくカットして色を残すところをマスキングしていきます。こんな感じで塗装します。どうかな？完璧。はみ出しなどがあれば筆塗りで修正。細かい金色のところはメタルイエローも使って塗り分けます。キャンディー塗装したところと比較するとこんな感じ。めちゃくちゃ違和感があるって感じではないと思います。僕は気にならないのでこれで OK。今回はピカピカメタリック仕上げにしようと思うので、千成将軍の赤のところはメタリックレッドで塗装。ここからはマスキングと塗装を繰り返していきます。3人分となると結構大変。そういえば千成大将軍を作っている間に機動戦士ガンダムジークアックスが始まって終わりました。どんな SD キットが出るかなと楽しみにしていたんですけど、プラモデルでの展開は何もありませんでしたね。ちょっと寂しい。今後発売されるかもしれないのでそれを楽しみにします。クロスシルエットのキャリバーンとかも放送終了後に出たので可能性はゼロじゃないはず。アニメの方はファーストガンダムとかのパラレルワールドな感じもマチュたちの話も普通に楽しむことができました。スタイリッシュなガンダムもあれはあれでかっこいい。ここでオメガベスバーの合わせ目消しをします。挟み込むパーツは塗り分け済みです。これで接着してマスキングをして塗装をします。OK。秀吉ガンダムの胸の模様。シールはあるけどパーツにはディテールがありません。鎧をつけたら隠れるところですが塗装で再現します。マスキングには付属のシールを使います。丁寧に切り取ってマスキング。さて、うまく塗り分けられるか。とはいえどうせ見えなくなるしと気楽な気持ちでやっています。おお、思いのほか完璧な出来。見えなくなるのがもったいないくらいです。タミヤの墨入れ塗料で墨入れをします。この塗料はシャバシャバに薄められたエナメル塗料です。余分なところは後からエナメル溶剤で拭き取れます。エナメル溶剤は先に塗っているラッカー塗料を溶かさないので、はみ出しも気にしなくて OK。塗面が艶消しだと滲んで拭き取りが大変になるので、光沢の状態で行うのが望ましいです。綿棒にエナメル溶剤を含ませてはみ出しを拭き取ります。これはただ楽しい作業です。モールドがくっきり。最後に艶を整えて完成。今回は光沢仕上げにします。それでは最終組み立て。幸せの時間です。まずは珪藻タイプから。キャンディー塗装した金色がとても綺麗です。
頭部のザクレロも可愛いですね。鎧を装備。たまらなくかっこいい。千成将軍が装備しない鎧はダイバサラマンダーの状態で飾ります。もう一人は千成大将軍に。これもめちゃくちゃかっこいい大将軍です。でも肩の刃をつけるのを忘れています。刀もちゃんと塗り分けていますよ。最後に豊臣秀吉ガンダム。リデコキットとはいえ黒と金が基調で全然違った印象です。足軽雑魚もちゃんと塗装しました。めっちゃ可愛くてお気に入り。旗を持たせて飾ります。そのままでは持てないので余っていたポリキャップを使っています。金メッキを落とすのは結構迷ったんですけど、最終的にかなりかっこよくできて満足しています。キットそのままだと肩周りの取り回しが気にはなりますが、単純にかっこいいだけでなくプレイバリューもある良いキットです。個人的には好きなキャラクターなのでずーっと眺めてしまいますね。満足。最後に僕が気になった SD ガンダム関連のことについてお話しします。前回上げた動画が4月なので、これまでの期間に出ている情報がたくさんあります。なのでざっくりと紹介します。気になったものは皆さんそれぞれ調べてみてください。まずは4月以降に発売しているもの。キット系はこんな感じ。もちろんアルテイヤーは購入していますが積まれています。元祖 SD に使われている ABS 樹脂は溶剤に弱く破損しやすいと言われています。塗装したい派の僕としては悩むところ。多分そのまま作って遊ぶのが正解なんだろうなぁとは思うんですけど。次に食玩系はこんな感じ。SD ガンダムスナックは結局一度もお店で見ることはありませんでした。集めたくなってしまう僕としてはこれが一番幸せだったのかもなぁとも思います。とりあえず財布は守られました。SD ガンダムが人気なのは嬉しいことで、1月に第2弾の発売が発表されています。ガシャポンではカプセルインデックスというシリーズが新しく展開されています。ヒカドーのフィギュアみたいですね。それからホビージャパンのムック本 SD ガンダムカタログが豆ガシャ本になっています。ちゃんと中のページもあってこれすごく良かったです。カードダスはプレ版で2種類出ています。
書籍では SD ガンダムアルティメットモデリングガイドが出版されています。昨年出版された SD ガンダムパーフェクトモデリングマニュアルに続く SD プラモの作り方を紹介する書籍の第2弾になりますね。制作過程を見るとモチベーションが上がるのでめっちゃいいです。キングガンダムはいつか作りたいキットだけど、今はこの本を読んで満足。ゲームではスマホのアプリ SD ガンダム G ジェネレーションエターナルのサービスが開始しています。僕はスマホのゲームは終わりが見えないのでなかなか手が出ません。つい最近 PC 版もサービス開始したみたいです。あと8月にはスーパーロボット対戦 Y が発売しています。G ジェネもスパロボもやったことないんですよね。知らない作品に登場するロボットをいろいろ知れて面白そう。これから発売するものではビットロットガンダムの第2弾が12月に発売します。今回はセイラさんとランバラルがラインナップされています。これは欲しい。そしてガシャポンから SD ガンダムさんたちスイングマスコット。これめっちゃ可愛くていいですね。表情がいいわ。とりあえずナイト武者とかがいると何でも惹かれます。懐かしい感じがありますよね。今のところオンラインガシャポンでの販売になるのかな。それからジャンボソフビフィギュア SD で100式ラクロアの勇者のカードダスが復刻版として発表されています。キットではエクスタンダードガンダムバルバトスが発表されています。発売は来年の2月。このキットはもともと海外では販売されていたものだったはず。日本ではパーツを追加して BB 戦士401ガンダムバルバトスデラックスとして販売されていました。やっぱり肉抜きなど気になるところはありますが、かっこいいものはかっこいいです。そして最後に元祖 SD ガンダムワールド黄金神スペリオルカイザー太陽神ゴッドカイザー二大神コンパチブルセットが発表されています。価格は税込み 24,200 円。発送は3月の予定。ナイトガンダムシリーズの第6弾新 SD ガンダムガイデンゴールドサーガに登場するキャラクターです。ここら辺僕は通っていないので正直よくわからないんですけど、まあかっこいいですよね。スーパースペリオルドラゴンや太陽騎士ゴッドガンダムも付属していたり、かなり遊べるものになっていそうです。これは金ピカに塗装してみたいな。 YouTube のバンダイスピリッツのチャンネルに紹介動画も上がっているので気になる方は見てみてください。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございました。またお会いしましょう。こだまでした。